番目です。見えてる。5、6匹いてくれれば嬉しい。いましたでしょうか。ダックの鳥が去年のことを思ったらめっちゃ少ないですけど、でもこれでもね多い方です。そもそもこの時期にチヌなんていませんでした。今日は餌エビも頼まれてるんで、週末は餌エビの需要多いですね。ただもう頼まれた量だけ取れない。去年と今年はねエビ多い方ですね。もういない年は全然いない時もあります。ちょっと吹いてきたんで寒い。なんかいない感じ。2番目にして早おらんのかな。いないな。2番目にして早くもいない感じ。今下り潮に返したんで左の方がいけんのかな。左の方がダメなんですかね今日は。なんかもう日によって違うんでね、なかなか思うようにいかないんですよね。3兄弟もういい入ってます。ちっちゃい種類はちっちゃい種類でいいを持ちます。そのうちハイブリッドできるでしょうね。星しかないですよね。うわ、ついになんもなくなった。これはどう見ても漁場を変えるのが正解そうです。大阪から三郎浦へ帰ってきました。まだ少し小ぶりか。自分が取るものの中で2番目に可愛い自己ベ1位はフグですね。自分はいけすの中でフグ寝るとき気をつけして寝るんですよね。上向いて、その姿は誠に可愛いです。ちょっとこのすだれ貝普及活動してるんですけど、なんかだんだんみんなが分かってくれだしました。この美味しさ。潮小さいんでチヌ動いてないんでしょうけど、もう小潮ならもうそういう魚が入るのならなんかこう止
古門の潜ってるような大きいもん一発できればカニ。年だと道具がね、海底にそぐいやすいんで、潮の返しとか最後の夕間島とかになんか一発来てほしいですね。ほぼ無理なんで期待はしとかないようにしといてください。久しぶりに見ましたね。これもね、今がもう一番美味しい。冬のコチはやっぱりね、さばいた時にもその中の身の光沢が違いますよね。光ってる、透明だし。赤エビもあれからもうだんだん増えて、もう今結構見えてるんですよね。ただ自分はこれはもうちょっと拾いません。おっと、時間帯なのか久しぶりに死ぬが。途中にこっちも2つ。まだ怒りの後へ行ったからなのか、チヌが入ったからなのか、エビが全然見えない。全然見えない。イイダコも怒りの後へ行ったからな。この可愛さ、怒ってます。めっちゃ怒ってます。この回海の中でこうなっとんすかね。こうじゃないでしょ。中身泥ですけど。そういえば多分このカニだと思うんですけど、秋にアップしようと秋に使おうと思ってちょっと使うのを忘れてたんですけど、シヌがめちゃくちゃ食ってる映像があるんですよね。この調子だとワタリガニの子もだいぶ食べられたでしょうね。昔の人がシヌ1日茶碗一杯のワタリガニの子供を食べるっていうことを言ってたんですけど、この画像ちょうど茶碗一杯ぐらいだと思うんですけど、実際にワタリガニの子を食ってるシヌを昔の人は見たんでしょうね。これ見た時に納得しました。結局大佐に帰ってきましたが、あと4杯しかない。もう時間がない。潮の返しの時間なんですよね。やっぱりちょうど潮の返しの時間。これはでも小潮だから取れたのかもしれません。こ
これをサムネにしましょうか。いやーよかった。 700g あるのでは。700、大きさ的には700ないくらいですけど、もう今身がギシギシに詰まってますからね。咳ももうガチガチに入ってます。よかった。もういてくれるだけで十分。来てる。うわ、さっきのより同じぐらいか。700ぐらい。700ないかな。680。全部揃ってます。足もよかった。帰らずに最後まで辛抱してみるもんですね。ちょっと爪が当たってますけど、なんとか傷なしで。もう潜ってる時ですからね。よかった。もうラスト、まあどうせなんもないんじゃろうと思ってカメラ回してなかったんですけど、多め3連発、奇跡すぎる。もう片方は死ぬぐらいでしょうけど、一応撮影しましょうか。すげえ。逆転できました。最後まで頑張るもんですね、やっぱり。1本ママ来てません。ガラお、来ました。おじトラ号で頼まれた分だけ取れません。無理。お疲れ様でした。お疲れ様。星尾でチヌを取ることが私の使命でした。はい。星尾で、なおかつ曇り、ご存知のように曇りです、で寒い、取れるわけねえ。取れるか。無理無理無理、俺の腕では無理です。ただ下はご覧ください。もう見てると思います。すげえでけえ。最後潮の返し3連発やりました。びっくりした。本当にもう奇跡。おわ、やりました。最初の1枚目を見た時の嬉しさは半端なかったで。ほんまじゃ。マジで赤字かと思った俺。久しぶりに赤字食らったかと思いました。赤字からの逆転ホームラン。よかった。いつ赤字食らうかわからんわ。でも皆さん、なんと昨日は良かったんよな。昨日はチームがおったんよな。で今日持って行ったんですけど、いやおらんと思ったんよ。潮小さいし曇ってるし、昨日は暖かかったもんな。確かにね。天気で良かった。今日寒くて、で明日明後日暖かいという、なんでやねん。なんでカメラ持ってる時だけこんな悪条件。残念です。まあでも最後3つ取れたんでやりました。本当安心しました。皆さんお疲れ様です。今日もハードワークご苦労様でした。沢山松本いただきます。京都のお酒だそうです。山田錦。ではいただきます。とってもすっきりした飲み口。今口に持っていく時にちょっと甘い匂いがしますね。最後にちょっと酸味がくる感じで、日本酒と思えないくらい飲みやすい。甘さも全然甘すぎず、これいくらでもいってしまうパターンのやつですね。これは誠に美味しいです。こっちです。すだれ貝です。貝柱の紐です。岡山県宗揚っていうところがあるんですけど、頼島のお隣の黒崎も海苔で有名なんですが、宗揚も旭川っていう川がね、
流れ込んできて、すっごいいい漁場なんですよね。そこも海苔で有名な場所です。で、海苔いただきました。胸毛の方から。これ分かりますかね、この黒さ。もうめちゃくちゃ黒いんですよね、これ。そして分厚い、なんと出荷前の海苔です。乾燥させただけの。加工前。伝わるかな、この黒さ。すごいんですよ、これ。少し炙ってます。いただきます。今年こっち食べるの初めてです。こっち。今日は我が家は手巻きの日ということで、一番美味しい時だと自分が思っているここはあばらのところ一番美味しい。こっちをいただきたいと思います。いや、うまっ。口に入る前からうまい。もう口に入る前からもう胸焼けの海苔の香りがものすごい。こっちよりも海苔がうまい。ちょっとほんま感動するぐらいうまいのですね、これ。香りがもう海苔だけでいきます。本当にすごい贅沢なおやつみたいになってますけど、海苔やばいっすね。もう香りがほんと尋常じゃない。すだれがいただきます。第2回箸でも添えておきますよ。ペイカも置きます。いただきます。中身もうまいんですけども、とにかくもう海苔がほんとめちゃくちゃうめえ。香りがやばいっす、本当に。皆さん岡山の海苔を食べてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。